こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、日常のメンテナンス、この WPL のラジコンの日常のメンテナンスについてご紹介させていただきます。以前に同じようなですね、動画で日常のお手軽メンテナンス方法っていう動画を上げてるんですが、最近こちらの JA11 ジムニーがですね、おかげさまでかなりの台数ですね、出ておりまして、現在も完全に生産が追いついていなくて、予約販売と、売り切れで、また予約販売があって、すぐ売り切れっていうのを繰り返している状況ではあるんですが、この JA11 ジムニーのラジコンをですね、お届けさせていただいている皆さんの中には、もちろん手だれの方もいらっしゃるんですけど、初めてラジコンをやるよっていう初心者の方だったり、久々にもう何年ぶり、何十年ぶりに、ラジコンの世界に返り咲きましたよっていう方が非常に多いらしいんですよ。で、これはまた改めてで、これはまた改めてですね、特に初心者の方向けに日常的にですね、手軽にできるラジコンのメンテナンス方法、メンテナンスの仕方っていうのを、紹介する動画を、このジムニー、今回たくさん出ているこのジムニーを例に作った方がいいなと思いまして、この動画ですね、撮ってます。はい。では実際に日常の比較的お手軽なメンテナンス方法についてですね、ご紹介させていただきつつ、合わせてどうしてもある程度のケミカルだったり道具だったりっていうのも必要になってきますので、それらもですね、一緒に紹介させていただきます。で、どうしても去年、1年前に、公開している動画と被る部分出てきますので、今回せっかくジムニーっていうのもありますし、正直さっき見返してみたんですよ。その1年前の動画。で、あれ、これ結構十分じゃんっていう感じでもありましたので、その動画、もちろん概要欄にリンク貼っときます。で、それも見ていただきつつ、で、今回はその動画となるべく被らないようにっていうふうには考えてます。あと、その当時なかった、早速ちょっと製品の紹介みたいになっちゃうんですけど、これですね。これはうちじゃないですけど、これロックタイトさんですけど、こういう、その当時はまだ開発中で、開発段階の、ちょっと僕も見て、懐かしいと思ったんですけど、開発段階のドライバーがこれ登場してるぐらいの頃だったんで、このドライバーセットとかドライバースタンドとか、あとはこのケミカル類ですね、このグリス系、この辺がない時代の動画だったんで、ちょっと特にこれは紹介させていただきたいです。手前味噌にどうしてもなっちゃうんですけど、実際開発前にたくさんドライバーもこのケミカル、グリスですね。グリスも使ってみてよかった。で、発売後ももちろん自分自身で長くたくさん使ってですね、よかった。ドライバーは正直いいですよ。かなり個人的に気に入ってすごいいいなとは思ってるんですけど、ドライバーはネジを回すっていう意味で言うと、どのメーカーさんのやつでもある程度しっかりしたやつだったら、一緒は一緒ですね。で、このグリスが特にいいです。で、その中でも特にこれが使い勝手がいいのと、あと、これですね。この1個だけ金色のラベルのグリスがあるんですけど、これがかなりオールマイティに使えて、めちゃめちゃいいなと。ただこの樹脂に特化したやつとか、この辺もですね、場所によっては、使い勝手が非常に良かったりするので、ちょっとこれ詳しく、商品ページか。商品の購入ページに詳しく説明載ってますので、この動画でそこ詳しくやっちゃうと、このグリスの動画になっちゃうんで、詳しくはこの動画ではやらないですけど、よかったら概要欄から飛んでもらって、その商品ページ、購入ページに書いてある説明見ていただいて、お好みのやつというか、あればですね、ぜひ試していただきたいなとは思うんですけれども、めちゃめちゃグリスの紹介に流れちゃった。動画戻ります。今回当時なかったんで、これは、ふんだんに登場しますと。で、あとは、このジムにですね、実際にもう、日常のメンテナンスっていう形でやっていってみようと思います。で、その中で、ここはこうするといいと思いますよとか、あとはこういったケミカルとか、僕いつもこれ出てくるんですけど、ほこり、汚れ、ザーッと落とすこういうものがあると便利ですよとかっていうのは、もう実際に作業しながら、ご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきたいと思いますが、
ここですぐに出てくるのがこれですね。ペーパーウエスとかって言われると思うんですけど、なんかもうめちゃめちゃごっついティッシュペーパーみたいな。全然違いますけどね。もう、物は全然違いますけど、見た目はなんか、ティッシュペーパーというよりもトイレットペーパーみたいな感じですけど、これが、非常に便利なんで、よければ、ホームセンターとかで全然今売ってますので、よければこういったものをご用意いただいて、で、こう、なんかメンテナンスするときに、こう、下に敷いておくといいですね。結構いろいろ垂れたり汚れたりしますので、こういうのを敷いて、で、あとこう、今回出さないですけど、トレイ。これは以前の動画で結構詳しくやってるんで、あ、そうそう。そもそも以前の動画よかったら見てくださいね。あんまり被らない内容でやろうとしてるんで、ということは、以前の動画も見ていただくと結構参考になると思いますので、よかったらぜひ見てみてください。と言いつつ、これ早速被るんですけど、以前の動画と。これはもう、僕の中では、ラジコンやるならめちゃめちゃ必須です。これなんか、ハケ。これなんかお茶溶くやつみたいな形してますけど、こう、なんかペンキ塗る用のハケとかでも全然いいんで、100均とかで全然売ってますので、そういうのをですね、用意していただいて、で、これ、ちょっと、最近雪の上走らしちゃって、自己責任ですよ。雪の上の走行は必須衣装ですので、こう、防水じゃないんで、このラジコン。必須衣装なんで、雪の上本当走らしちゃダメなんですけど、僕は走らせました。自己責任でですよ。そしたらすごい綺麗になっちゃったんですよ。結構汚れてたのに。で、今回この動画撮るときに、うわ、めちゃめちゃ綺麗になっちゃってんじゃんって、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、ちょっとたくさん走らせて、汚れてる体でちょっと見ていただきたいんですが、こう、土とか砂ぼこりとかたくさんついてますって時に、まずこういうハケとか、こういうようなもので、こうもうガーッと、こう、ザーッと落とすんですよ。そうすると、結構こびりついてたやつがほぐれて、意外とこれだけでもかなり綺麗になります。で、こう、揺すったりすると、もういろいろバサバサっと落ちてくるんで、これでこう、ざっくり綺麗にしていただきつつ、これですね、こういうようなエアブロワーみたいな、こういうのがあると、それで、こう、ザーッと吹き飛ばしてしまうと、もう、これで、ザザッとやる、エアで飛ばす。もうこれでだいぶ綺麗になります。もちろん、エアブロワーまで用意したくないよという方は、ハケだけでも全然いいと思います。で、それでもまだ残っている汚れっていうのがありますので、そういうのは、これですね。パーツクリーナー。これも何でも、僕は個人的には何でもいいと思います。ただ、人によってですね、こうゴムを侵しちゃうよとか、樹脂を侵しちゃうよとか、で、この銘柄によってその侵し具合が、強さっていうんですかね、が違うよっていう方もいらっしゃったりするんで、まあその辺は興味がある方はご自身で調べていただくといいと思います。僕は、まあ、これはそんなに気にせず、じゃあ何使ってるのっていうと、これはたまたまうちの近所、カインズって書いてありますけど、うちの近所にあるホームセンターがカインズなんで、カインズに売ってるものをもう買ってきてるっていうだけですね。それが、他のホームセンターで他の銘柄だったらそれを買ってると思います。で、これをですね、こう、例えば、こういう、特にこう、プロペラシャフトとか、あとはこの駆動系、アクスルのところとか、タイヤの付け根のところですね。こういうところを見ると、結構、土ぼこり、砂ぼこりが、まだくっついたまま残ってたりすると思うんですよ。で、こういうのをですね、これ実際吹きかけちゃいますけど、シュッシュッってやって、落とします。で、こういう時に、正直拭き取らずにも吹き飛ばすだけっていうことが多いですけど、こういうのでこう、ウエスとかですね。これ、さっき敷いたこれと一緒です。ペーパーウエスでこう、拭き上げてあげると、より綺麗になるのかな。で、汚れがひどい場合は、それを何度か繰り返す。で、あとは心配な場合、このタイヤ、特にゴムなんで、このパーツクリーナーで侵しちゃうことが心配だなっていう方は、タイヤはもちろん外してやった方が、より良いと思います。より丁寧なやり方として、それでもより良いと思います。ただ今回お手軽バージョンみたいな感じなんで、ちょっと、あえて、こう、つけたまんまやっちゃうこともありますよっていうのは、ちょっと言っときます。僕はまあ、こっちの難しいところですね。基本的には外してください。タイヤは外してください。ただ、僕の場合、特にイベントとか行って、なんか3台とか4台とかあったりするときは、もう正直ですね、タイヤを外してつけてっていうのは結構時間的に難しかったりするんで、もうこう、正直こうかけちゃってます。ビエーっと。で今、多分見る人が見たら、うわ、タイヤかけちゃって大丈夫みたいな
方もいらっしゃるとは思うんですけど、基本的には外してください。でも僕はこれかけちゃって、例えばタイヤがすごい劣化したとか、すぐダメになっちゃったっていうのは、個人的にはないので、僕は、まあちょっと個人的にはって話になっちゃいますけど、結構直接かけて綺麗にして、で、ただ一応拭き取ってはいます。かけて、このシルシルのまま放置っていうのはあんまりしてないです。一応、こうウエスでですね、ちゃんとこう拭き取るようにしてます。この明らかに水気というか、こう、液体のまま残っちゃってるやつは拭いてます。で、さらに気をつけていただきたいのは、こっちはむしろ大事だと思うんですけど、パーツクリーナーかけた後に、まあ、若干乾燥させた上で、このグリスですね。で、お手軽メンテの時はこれが大活躍です。もう、こうノズルがついてますので、これ開けて、で、この車軸に関わる部分、多分よく見るとわかると思うんですけど、こう回転した時に、ここ擦れてるなーみたいなところがあるんですよ。こうよく見ていただくと。で、そこにこう注油していただいて、あとはここの軸の部分ですね。ここにステアリング切った時の軸になる部分が出てると思うんですけど、ここを、下、あとはできればまあ上もですね、相当上からこうアクセスできると思いますので、グリスアップをすると。で、あとはこのプロペラシャフト。ここにもよく見ると、あ、ここが動いてるなっていうところがあるので、そこに注油しつつ、あとは僕はここにも入れてます。このインナーシャフトとアウターシャフトっていう言い方すると思うんですけど、サスが動いた時に、なんか、プロペラシャフトが伸び縮みしてるじゃないですか。で、ここも、まあ、汚れをある程度取って、注意をしてます。で、日常のお手軽メンテっていうと、もうこれで終わりぐらいで全然大丈夫です。こう、普段走らせました。で、ある程度汚れました。で、そのまま片付けておいとくと、やっぱり結構傷みやすくなっちゃうっていうのがありますので、走らせました。汚れました。で、お家に帰ってからでも全然いいので、今やった工程、簡単じゃないですか。もう、ハケで汚れを落とす。で、ひどい汚れが残っちゃってる場合は、パーツクリーナーでシュッと拭いて落とす。で、グリスアップする。で、保管する。で、保管するときも、まあ、これもちょっと、若干メンテナンスとは話それちゃうかもしれないですけど、特にこのタイヤをですね、ソフトタイプに交換している方、ソフトタイプを使っている方に関しては、そのままこう置いとくと結構変形しちゃったりするんで、なるべく浮かせて置いておいた方がいいです。で、こう、実際浮かせておいとくのどうするのって言った時に、まあ、これもまた話、さらにそれちゃうんで、ちょっと今回動画では紹介しないですけど、以前の動画でこうプラ棒で作るスタンドがありますよとか、あとは、まあ、箱とか、なんか角材、木の角材とかでこう置いといても全然いいと思いますし、最悪、まあ、ディスプレイしたいっていうのはあると思うんですけど、なんか、いつもタイヤ変形しちゃうんだよな、気になるんだよなっていう場合は、最悪、これひっくり返しておいといてください。もうこの方が全然、こう、傷まなくてマシなんで、それもありかなと思います。はい。じゃあ、まず今ご紹介したのが本当にお手軽、日常的なお手軽メンテなんですけれども、まあ、それだけだとちょっと、もうちょっと丁寧にやるのないのっていうのあると思うので、そこもちょっとやっていきます。さっきのような方法で、毎回走らせた後に、基本的にはさっきぐらいのことはやる。で、あとは数回、あとまあ10回、ちょっと個人差あるんでお任せしますけど、まあ何回か走らせたら定期的にやっていただきたいのは、まあ、タイヤを外して足回りをきれいにしてあげるっていうことぐらいはやってあげた方がいいかなと。で、その時に、できればある程度丁寧にいろんな各部ですね、各部点検していただいて、おかしなところがあれば、そこはちょっとメンテ直してあげるってことですね。それがいいと思います。結構そういう時々マシンを掃除する中で、意外と、あ、ここが壊れてるとか、割れてるとか、亀裂が入ってるとか、そういうことが気づくことができるので、そういう意味でも定期的にですね、ちょっと丁寧に掃除してあげるっていうのは、すごいいいことかなと思います。じゃあちょっとタイヤ外していきますね。このタイヤ外すとき、このジムニーの場合、キャップがついてるんで、スケール感っていう意味ではすごいいいんですけど、ちょっと取るのがちょっと面倒だったりしますよね。この時結構やりやすいのが、まあ、尖ったものをちょっと入れて、クイッてやると取れるんですけど、僕はいつもこの 1.5mm の
ボールのヘックス、こう先っぽがこうボールタイプになってるやつ。これをここにそーっと入れて、あんまり強くやるとホイールの真ん中を壊しちゃうんで、ちょっとそれは気をつけていただきたいんですけど、これをそーっと入れて、ちょっとクリッてやると取れるんで、これでいつも取ってます。これあんまりなんか太いものを入れてギュッてやると、ここの真ん中がこう割れちゃったりするんで、ここがちょっとそれは注意してくださいね。はい、じゃあタイヤ外しちゃいます。そうそう。これもちょっと余談かもしれないですけど、このタイヤ外した時に、また元に戻す。同じ位置に戻すってことですね。例えば今このタイヤここについてたんですけど、これ左の前輪じゃないですか。で、そこまでこだわる必要ないとは思うんですけど、僕はなんかちょっとやっぱ競技ラジコンみたいなのをかじってたんで、なんかタイヤの位置がですね、勝手にローテーションしちゃうのなんか気持ち悪いんですよ。なので、なんか、お前こだわってないようで、その変なとここだわってんなって思われそうですけど、この細い末期、これを使って、ここにですね、F、フロントですね、スラッシュ、で、左なんで、L。レフトの L。黒いホイールでも意外とこう分かるんで、こう書くと。ここに今書いたんですけどね。で、これで印をいつも入れてます。例えば今、その辺に転がってたこれ、タイヤですけど、これも見ると、ちゃんとここに、向き、今書いたのとちょっと向き違いますけど、ここに F、たまたま一緒ですね。F スラッシュ L って書いてあります。これでいつも左の前輪として、ここにこう、使えるわけですね。一応これ参考までに。なので、これ今、左の後ろなんで、左の後ろの左か。後ろ、まずリア、R。リアの R って書いて、で、左なんで L ですね。こんな風に、後で分かるように、装着するときに分かるように、こんな印をつけたりしてます。はい、タイヤ全部外しました。で、この時に、あんまりないと思いますけど、ホイールに損傷がないか、みたいな、痛みがないか、みたいなところは見つつ、あと、この、瞬間接着剤でくっつけてると思うんですけど、多くの方が。これやっぱりバリバリって剥がれちゃったりしてる場合があるので、それも一応点検して、ひどく剥がれて、これは走行に影響があるなというような場合は、瞬間接着剤でまたこう付け直しておくっていうのもいいんじゃないかなと思います。あとなんかタイヤの汚れがこう走行した場所にもよると思うんですけど、あまりにもひどくて、このパターンの中、溝の中にいっぱい汚れがくっついちゃってるな、みたいな場合は、100均で売ってる歯ブラシなんかを使って、こうゴシゴシやって、綺麗にしてあげるとかなり綺麗になりますので、歯ブラシも結構タイヤの掃除にはおすすめですね。はい、じゃあこのタイヤはお隅っこに積んで置いとくと、メンテナンス中も雰囲気が出ると。で、このタイヤがついているとなかなか見えてないこの足回りのこういう部分ですよね。こういう部分が出てくるんで、この辺はもうせっかくタイヤ取ったんで、パーツクリーナーですね。パーツクリーナーをやっぱりこうシュッシュッとかけて、そうすると、ちょっと今回どうしても今ちょっと綺麗なんで何も出てこないんですけど、通常はこう結構汚い汁がここからボタボタっと垂れますので、それが綺麗になるまでシュッシュッと吹きかけて綺麗にしてあげる。で、もちろんさっきと一緒ですね。こう汚れがひどい場合はこうペーパーウエスで拭いてあげたりとか、これペーパーウエスじゃなくてボロ布とかでも全然 OK なんで、ウエスで拭いてあげると。で、普段見えないようなところもちょっと点検してあげて、ジムニーなんかはこのリーフサスがたまにへたっちゃったりしてることがありますので、その辺もですね、ちゃんと動くかなっていうのを見つつ、綺麗にしつつ、で、やっぱりグリスアップですね。この辺も賛否両論あると思うんですけど、僕はこういうサスの可動部、特にこういうオフロード系っていうか、クローラー系の RC カーですね、は、すごい高速走行して、めちゃめちゃ足が頻繁に動くっていうわけではないので、どちらかというとゆっくりですね、ぐわっと動くっていう感じなんで、その場合僕は個人的な判断として、このサスの動くところもグリスアップをしてる派っていう感じですね。その方がよく動くなっていう感じなんで、これも
いや、砂塵を呼んでこびりついちゃうから、つけない方がいいよっていう意見の方もいらっしゃるんで、その辺は全然個人の考え方で判断していただいていいと思います。で、基本やることはお手軽バージョンと一緒ですね。タイヤをせっかく取ったんで、それでよく見えるようになったところを、掃除 しやすくなったところを掃除して、で、ちゃんとグリスアップして、で、また元に戻すと。で、さらに、ここから丁寧にっていう場合は、今回の動画の趣旨とそれちゃうんで、やらないしですけど、やらないし、ちょっと時間かかりすぎちゃうんで、やらないんですけど、ボディも取っちゃって、で、一通りメンテナンスする。これは、やっぱり、どうでしょう。半年に1回とか、それぐらいはやってあげるといいんじゃないですかね。で、その時に、やっぱり、破損してるパーツとかあったりしますので、半年に1回ペースでやった場合、やっぱり半年も走らせてると、もちろん走らせるペースにもよりますけど、ある程度走らせて、時間も経って開けてみると結構いろんなところ、良くない発見っていうか故障系ですね。傷んでるとか、そういうのがあったりしますので、その辺、良ければですね、例えばミラー取れちゃってるなとか、なんか取れちゃってるなっていうところをまた直してあげるっていうのもいいんじゃないかなと。結構やっぱり走らせる、どっか破損したり、故障したりする。で、それを直すっていうので、だんだんこの相棒に対してですね、愛着が湧いてくるっていうのもありますので、そういうのも RC カーの楽しみの一つなんじゃないかなと思います。はい、以上、一応日常のお手軽なメンテナンスっていうのと、ちょっともう一歩踏み込んで、若干丁寧にするメンテナンスっていうので紹介させていただきましたが、ちょっと今回このノーマルでほとんど紹介しちゃったんで、カスタムしてある車ですね、の場合もちょっと補足しておきます。こんな感じで、カスタムしてある車っていうのは、画面でどうしても伝わらないですけど、めちゃくちゃ重くなるんですよ。一般的にですね。で、なんでかっていうと、やっぱり足回り、メタルアップグレードパワーセット組んでますとか、このペラシャもメタルになってますとか、で、人によってはですね、上の方、もういろいろカスタムして、いろいろなんか荷物積んだりとかっていうのを、スケールアップの一環として、やってますとか、あと、タイヤですよね。タイヤも大きくしてたりとか、中にウェイトを仕込んでますとかってなるともうめちゃめちゃ重くなるんですよ。で、そうすると、やっぱり傷みやすい場所っていうのも変わってきたりとか、痛みの度合いっていうのも変わってきたりしますので、特にメンテが、なんていうのかな、慎重にというか、こまめに必要になるのかなと思います。で、ノーマルだとめったにないんですけど、カスタムしてると、やっぱり、このピボットのところですね、内側、リーフの内側っていうか、こことここが結構、これもちょっと、行ってる先からちょっと緩んでますけど、このネジですね。これは結構緩みやすかったりするんで、この辺もですね、気をつけて見ていただきつつ、あとはやっぱりメタルパーツが多いんで、注油ですね。注油も結構こまめにしてあげるのがいいんじゃないかなっていうのと、あとは、プロペラシャフトの緩み。これも結構起こりやすいので、時々チェックして、この芋ネジですね。ここに芋ネジあるじゃないですか。これが、特に慣れてない方はですね、結構頻繁に取れちゃったりすると思うので、時々見てあげて、緩んでるとかっていうのがあったら、一回外して、さっきちらっと出ましたけど、このロックタイトですね。やっぱ僕はいつもこれが信頼性が高いというか、全然しっかりこれを塗ればもう脱落っていうのはめったにないので、これをいつも愛用してるんですけど、付属品のやつ、あれも一応止まりますけど、やっぱこういうちゃんとしたやつ買った方がいいですね。いいです。なので、こういうようなので、この芋ネジですね。芋ネジ類の、ロックがちょっと弱いなっていう場合は、またこれをやり直すっていうのも、時々やってあげるといいんじゃないかなと思います。そっか、これだいぶ走らせてるんで、多分、汚れが盛大に出るかも。ちょっとやってみましょう。これをちょっとタイヤ外して、で、ここですね。ここに、まずハケで、あらかたの砂ぼこり、土ぼこりを落として、シューですね。パーツクリーナーシュー。そう、こういう風にすると、
あ、よかった。ちゃんと汚れが出るとこも取れましたね、今回。こんな感じで、こう、土汚れ、砂汚れ、あとは油ですね。油っていうのはグリスアップした時の油、油分がこうボタボタボタと落ちてくるんで、で、これで綺麗にしてあげて、まあ、フルメンテの時はもう全バラですよ。全バラして綺麗にするんですけど、それも時々やってあげてはほしいんですけど、まあ、これでも結構全然十分かなと思っていて、で、このパーツクリーナーですね、ちょっと乾燥して飛んだかなっていうぐらいの時に、注油ですね。基本的にはこれだけでも十分なんですけど、こう注油してあげて、まあ、ベアリングなんかはもうこれだけの方がむしろいいですね。ただ、結構こだわってやりたい方は、こういうやつ、こっちのグリス系、これやっぱ長持ちするんで、こういうのを塗布してあげて、で、グリスアップ完了、また元に戻して、走らせると。そんな感じにしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回ですね、まあ、この動画を見ていただきつつ、やっぱりおすすめは、その、以前の動画ですね。概要欄に貼っておきますので、それも見ていただいてっていうので、ご自身なりにというか、これは参考になったし、自分でもやってみようっていうのがあればですね、ぜひ実践していただいて、まあ、愛車をですね、より長く健康な状態で、楽しんでいただけるといいなと思います。で、今回の動画に含まれない部分で、この辺の面ってどうしたらいいんですかみたいなのが、もしあればですね、またコメント欄からご質問等いただければと思います。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。